33エッセネ派での修行。パリサイ派、サドカイ派、エッセネ派の人々はそれぞれの流儀で神を拝んでいた。イエスがガリラヤにいた頃はエッセネ派はおおよそ3000人から4000人もの修道者が属していた。ある者は町に住んでいながら外部の人々とは全く接しなかった。ある特定の場所に共同生活を営む者もいた。少数の者が荒野に生活し神を見出そうとしていた。エッセネ派の人々があまりにも純粋で気高い生活をしているので、パリサイ派やサドカイ派の人々は面目を失っていた。エッセネ派の人々は一切外部の人とは口を聞かなかったが、パリサイ派やサドカイ派のやり方の中で一つだけ非難の対象となるものがあった。それは神殿の祭壇の上で動物を犠牲に供していたことである。しかも仰々しい儀式や規則ずくめで行われることであった。エッセネ派では一切の儀式や規則などは神が望まれるものではないと信じていたからである。彼らにとって唯一の実践は祈りと断食であり、これを最も大切に考えていた。彼らは毎日何度も沐浴、体をきれいに洗う、した内的清純の象徴として常に体をきれいに洗うことを怠らなかった。沐浴をしていれば死後西方浄土へ行けるとも信じていた。エッセネ派の人は日の出を迎えるまでは一切口を聞かなかった。日の出を寸前に迎えようとしている時はどこにいてもその場にひざまずき瞑想を続け、日の出の瞬間には一斉に永遠の光という聖歌を歌うのである。光は神からやってきて万物を養うという意味である。この善良な人々にとって日の出のひとときはまさに聖なる瞬間であった。この世を旅している者に対して神がこの瞬間に肉体と悪から解き放ってくれる瞬間でもあった。パリサイ派とサドカイ派は光の子らを極端に嫌っていた。かといって彼らには人々を感服させるような実践力は何もなかった。あまりにも世俗的であったのでエッセネ派を公然と責めることができなかった。エリコからあまり遠くない山際に忍者たちの住居があった。ずいぶん昔のこと、シャンマイとエノクという若い忍者が数人の仲間と一緒に修行を積んでいた。彼らは砂漠や荒野をさまよい、しばしば飢えと渇きに悩まされた。しかしモーセとアロンの孤児にあったように、彼らはついにエホバの神が示した場所を発見することができた。不毛な土地のど真ん中に洞穴があって、彼らはそれを生命の水と名付けた。その周辺にブドウやイチジクを植えると、見事に実り、緑地となった。彼らは苦労を惜しまず、徐々に仕事を進め、ついにその地に信仰の家を打ち立てることができた。次第にその名が知られるようになり、当代随一の修道会にまで成長していった。シャンマイとエノクは思想と実践に関する正しい規則を作り、弟子たちに守らせた。火の打ちどころのない生活をすることによって他の教団の模範となった。彼らは富を嫌い、すべてのものを平等に分け合った。イエスは幼い時からエッセネ派のことをよく知っていたので、マリア・クローパスにはいつか自分もそこに行ってエッセネ派のことを深く学びたいと言っていた。ある夏の日が暮れようとしている頃、ブドウ畑の中で仕事の指示をしていたシャンマイは谷合の方からこちらにやってくる旅人の姿を見た。旅人は疲れ切っていてその場に倒れてしまった。急いで2人の若い修道者を走らせて館の中に運び込ませた。しばらくしてひんやりとした大きな部屋に寝かされていた旅人は目を開けた。体をきれいに洗ってもらい薬草を飲んだのですっかり元気を取り戻した。旅人は自分からナザレ人イエスであると名乗った。その時シャンマイはこの若者の言動に不思議な感動を覚えたと後になってエノクに語ったそうである。シャンマイは威厳と風格のある忍者であったので、イエスは彼に心を開き、実はエジプトへ行く途中であると語った。シャンマイは言った。平和もなく、神の祝福からはるか遠くにある異教の地に行かれるとはどうしたことでしょう。若いお方よ、私が察するに、どうやらあなたの魂はこの世の雑事に疲れ果てているように思えるのですが、私もね、若い頃にはあなたのようにひどい人間たちによる暴力などを目撃してからは、
荒野にやってきて、やっと平和になれたことを覚えています。私も随分ローマ軍に苦しめられたり、殺されたりした人々を見たものです。しかもパリサイ派の連中が、ただ口先だけでローマに媚びているのも聞きました。ですから自分の魂を保つためには、世俗から離れ、世俗を我が物顔に牛耳っている悪霊から離れて暮らさなければなりません。少なくともメシアが到来するまではね。イエスはシャンマイに尋ねた。では私のことをあなたの仲間に加えていただけるのでしょうか。私もあなたのおっしゃるように、自分の魂を安らかに、天の王国で過ごしたいのです。シャンマイはじっとイエスの顔を見つめてから答えた。どうやらあなたの中に、妙な力が働いているような感じがいたします。その力が働いて、あなたはここから出て行かれるような予感がするのです。我々の教団にはどうしても馴染めないものを持っておられるようですね。何かとても数奇な、ものすごいことがあなたの将来に待ち受けているような予感もいたします。そんなあなたを迎えると、我々の平和まで脅かされるのではないかと心配でなりません。ですからどうぞとは言えないのです。イエスはとても悲しかった。シャンマイはイエスが苦しんでいることを感じながらも、自分が予知したことを言わずにはおられなかった。そしてとりあえず、ここで3日3晩とどまることを許し、その後正式な返事をすると言った。そんなわけでイエスは、エッセネ派の人々と3日間過ごすことになった。日の出の前に起床し、日の出の光が差し込むまで祈り、共に歌い、神を礼拝した。一日に4回も小川のほとりで身を清め、大きな部屋で食卓を囲み、エノクが朗読する聖書の言葉を聞きながら食事をした。昼間はブドウ畑で労働を続け、夕方になると汚れた白い衣服を洗濯した。祈りの時間には、熱心に祈るのであるが、猛暑の中での労働の疲れで、居眠りをする者もいた。間もなくイエスは、熱心な態度と彼の不思議な霊の輝きに魅せられて、修道者たちから、忠実な信仰者という最高の評価を受けるようになった。ついに4日目の朝がやってきた。エノクは他の修道者の願いをシャンマイに話していた。イエスを仲間に加えてほしいこと。それがダメならば、少なくとも3年間の猶予期間を与え、その間に彼が本当に教団に馴染めるかどうかを調べようという提案であった。シャンマイは言った。私は賛成できません。でもそれがみんなの意思であれば、仕方がありません。それに従いましょう。エッセネ派の修道者はみんな喜んだ。それで一同の前でイエスは誓約の宣誓をした。私はここにおられるすべての方々に対して真実は忠誠を尽くします。そして神の定められた権威に従います。それから祈りが続き、修道者たちはイエスに白い衣服を着せ、ついにイエスはノビス、見習い修道者となった。その夜エノクはシャンマイと庭を歩きながら、どうしてイエスを責めるのかと尋ねた。シャンマイは言った。私はイエスを責めているのではありません。恐れているのです。どうも私の霊が騒ぐのです。彼は平和ではなく、剣をもたらすという令示を受けているのです。私が入信すると、決まってイエスが群衆の真っ只中に置かれ、騒乱と暴力の凄まじい光景が浮かぶのです。なんということでしょう。私の心は深く傷つけられ、その残酷な光景に痛むのです。ですからイエスがここにいる間は、私の心身が痛み続けることになるでしょう。エノクには返す言葉がなかった。エノクはありのままのことをイエスに伝えた。イエスは平和ではなく剣をもたらす。というシャンマイの言葉は、とても信じられないものであった。イエスは頭を横に振って言った。私の将来については全く知る由もありません。ただ、過去においては、確かに他の人々と協調できなかったのは事実です。時として人々を怒らせ、妬みを抱かせ、こともあろうに、イスカリオテのユダの場合には、凄惨な虐殺にまで発展したのです。だからこそ私は世俗を離れ、平和を見出したいのです。エッセネ派こそ、平和の施設であり、永遠にそれを保つ教団であると聞いておりました。イエスが苦しんでいることを察知したエノクは、
イエスを懸命に慰めた。エノクは一生ここに留まって教団の規則を守っていけば必ず神と共に平和に過ごせると言った。イエスは教団の規則を忠実に守る生活を始めた。朝はまだ暗いうちに起き、日の出まで瞑想し、小川で沐浴し、ぶどう畑で働き、最も大切な規則である祈りと断食を徹底的に守り抜いた。シャンマイはイエスに何一つ非難できるものを見出せなかった。エノクはイエスが一つでも過ちを犯せば、シャンマイは直ちに教団を晒せようと虎視眈々としていることを知っていた。エッセネ派で作られたブドウ酒は、エルサレムで商人に買い取ってもらうことになっていた。その金で冬中、教団にとって必要な食料を買い入れるのである。その年の秋がやってきた。シャンマイはイエスを呼んで言った。イエスよ、今回はあなたがエルサレムに行って、ブドウ酒を商人に渡すのです。その商人はハガイと言って、あなたが行けばお金を手渡してくれることになっています。イエスは、この役目だけは外してもらいたいと懇願した。イエスは言った。あなたもご存知の通り、私は世俗を離れる決心をしています。他のことなら、どんな辛いことでも喜んでいたしますので、これだけは勘弁してください。シャンマイは言った。それはなりません。私には訳があってこのことを命令しているのです。ここにいる修道者は、みんな自分の弱点を克服しなければならないのです。あなたは世俗を恐れています。だからこそ、それに打ち勝つためにあなたをエルサレムに行かせるのです。私は世俗を恐れてはいません。人間を怒らせてしまうだけなのです。イエスはここまで話しているうちに、これ以上話すことをやめてしまった。シャンマイに逆らえば、教団から追い出す口実を与えることに気がついたからである。それでイエスは、シャンマイの前にひざまずいていった。道中の旅路の安全をお祈りください。